じゃあ、泉さん、ちょっと2つ聞きたいことあるんですけども、この有能無能という言葉がいわゆる格差社会を生んでしまわないのかということと、立場が弱くなってきた人を前の貢献度から判断して何とかの家族の一員として残してあげよう、そういった気持ちがあってもいいんじゃないかという主張に対してのご意見をお願いします。30年前、40年前と時代がすごく多く違ってしまっているので、右肩上がりの時代とは違う状況の中でのシビアさというのはあると思うんですよね。で、能力も誰にとっての能力なのか、どのテーマについての能力かってずれると思うんで、会社が評価する能力というものと、自分が持っている自分の能力だってずれると思うし、しかもイベントのいわゆる企画をするのか営業するのか全然違うと思うんで、まさにその能力のどの能力を生かしていくのかってあたりも多分少し会社側とずれていいのかなと思いますけどね。有能無能が格差社会を生んでちょっと生きづらい世の中になってしまうという懸念はないですか？懸念は懸念ですけど、今日のテーマはやっぱり会社経営をしている立場からすればっていう論点になってくると、やっぱかなりシビアな状況だと思うんですよ。会社というものは全てを受け止めざるを得ないわけではないので、そこのズレやと思いますね。機会の格差があったらいけないと思うし、本当に障害がある方とか守んなきゃいけないけど、普通に健常者でガンガン仕事してる人に結果の格差をつけるのはもうこれ資本主義当たり前なんだから、そういうのをいちいち格差社会だとかね言わないでほしいし、で弱い者に対して昭和時代だったらお前弱いぞと、もっと自分を鍛えろと、甘えんなっつってバシッてやったわけよ。体育会系ですね。いやいや、もう昭和なんかそうやって日本は復興してきたわけだよ。僕のこといじめないでって言うとさ、なんかこうみんなでさそうやって守ろうとすると、弱者の人が一言言うとね、そいつが正しいみたいに言ってたらそれ経済伸びないからね、負け組は負け組とね言ってお前頑張れと、はい、過去の話もう塗り替えれないんだから。ただ未来自分がね成功したらその過去もいい思い出になるぞと言って僕は言ってるわけですよ、はい、自己責任で頑張れ。若い世代、為国さん、今の意見どう思いました？僕全然36歳なんで若い世代ではないんですけど、宮沢さんについての言及はもうちょっとあんましたくないなと思っててなんか僕らは本当にやばい人たちに対してはあんま強く言わないようにしてるんですよ。なんでかっていうと、嫌われてもいいんですけど恨まれたくなくて、 SNS のコメント欄とかに書くペルソナって多分こういう方なんですよ。なんでこの人に恨まれると結構僕なんか足を引っ張られたくないんで、あんまりもう喋りたくない。社会から弾かれた人はどう生きたらいいのか。弾かれてねえから、世界中で今ね仕事がないとか、どうしたらいいんですか。世界のうちの5割ぐらいのやつは今会社からリストラされたとか職がないとか探してるとかだからね、地球上に2人に1人ぐらい今あなたぐらいの感じなの、ステータスなの。それが外されたとかね、いじめられてるって思っちゃダメだよ。笑い事じゃないんですよこっちは。生活かかってますからね。笑い事だよそれ。もっと世の中をよく知って。結局弱者がこうやってバカを見るんですかね。いや弱者じゃねえよ別に、まだまだそんな強がってんだから大丈夫だよ。いけるいける。かつての会社は加速的なことが求められた時代があったんだけど、もう今は会社に過度なというかかつてのようなものを求めてもしんどい時代なので、どっかの会社っていう発想にとどまることなくて自分で何かするとか、それも含めて考えていく時期かなと思いますね。会社と求めてもかつてのような温かい家族のような会社が復活するかというとそう簡単ではないと思うんですよ。政治家がやったものとしては会社はそうだけど社会としては最後のセーフティーネットはいると思うんですよ。ただ宮沢さんの話聞いてると最後のセーフティーネットまでの大変な状況では多分なくて、なんていうかまだねご自身で頑張れる状況かなと気がしますけどね。ちなみに僕も全然リストラとかしないですよ、はい、めちゃくちゃ家族主義ですそうですか。ただ従業員に求めることは会社と一体となって同じベクトルビジョンを見て一緒に戦っていこうぜと、それさえあればもう家族です。それがないやつは家族にしない。誰かのために一生懸命になろうっていう気持ちは確かに聞いてて思うので、仲間意識っていうのを会社の人たちにもただ持てばいいんじゃないかなって思うんですね。でその上で発想の転換っていうのを考えていったんじゃないですか。いいこと言うよ、その通りだ。でも46で再就職で大変だよ簡単に。46がまだ若いよ、泉さんが60ぐらいで再就職ですかねいやいや再チャレンジ。でも世の中はやっぱりパネリストの皆さんのようにパワフルで切り開いていこうというマインドの方たちばかりじゃないのが現実ですよね。なんかもうプロ話とか聞いてみたらいいんですか。逆にもっといっぱいあるよ。もうこんなのあと何分じゃ言えないみんなあるから、それをね楽しんでくる。
ね、それもまあ人生の一つのドラマだなと思って。それリスクをやっぱ選んだからですよね、結局。いや全員あるのリスクなんて。いや僕は安定を選んだタイプいやなんです。正直地方公務員だって俺は全部条例見たらね、役所がうまくいかなかったら首切れるって書いてあるから、ね、だから俺はどこにも安定とかないと思う。全て生きてる限りリスクがあると思う。それをリスクがない世界がどっかにあると思ってるのがもう間違い。それがなくなったらベストじゃないですか。人間っていうのは、ね、映画を見てもゲームをやって漫画を見てもリアルなライフでも多少リスクとかトラブルがあった方が楽しいんだって。それは楽しいです。リスクがない方が楽しいっつったらさ、そんな人生つまんないじゃん。そういう冒険家やればいいだけの話。冒険家じゃない、みんながそうやって DNA レベルで入ってんの。僕はリスクを楽しめる、僕はピンチも楽しめる、全てはチャンスだと思って思考を変えろって言ってる。泉さん、そう気持ちわかりますね、はい、私もピンチ大好きで、そうですよね。私四面楚歌大好きなんですよ。ほら4面囲まれると、じゃあ空飛ぼうかとか地下潜ろうかとか4面の誰かを口説いてひっくり返そうかと思うぐらいで、発想の転換で風景変わると思うんですよね。それこそイベントをやってきたってことはいろんな人間関係も多分あるでしょうし、いろんな蓄積もあるわけですから、その経験を生かして、それこそハローワークに行くにしてもちょっとジャンルを広げてみるとか、自分で飲食を始めるとか、いろんな可能性ゼロじゃないと思うので、ちょっとこう気持ちをなんていうかな、ちょっと引いてみて広げたらどうかと思います、ね、全く違う業界にチャレンジどうでしょう。それができるんやったら僕も苦労したいんですよ。だって46で変えてやりなさい。誰がじゃあそれで助けてくれる。でもご家族がいるっていうのが逆に今奥さんだけ今働いてるんですよね。奥さんがいるんだったらもうちょっと自分のプライドとかは捨てて、少しでも何か家計の足しになる仕事をしてみようっていう気持ちにはならない。それが結局時間の無駄になるんですよ。それだったら500万もらえるところを探して、今度はその会社ちゃんとやってるっていうのを見極めたところに入らないと。そこに入るまでじゃあずっとハローワークに通って他の仕事はしない。他の仕事はしないといけないところには来るところあると思うんですけども、貯金もあんまないですよね。そうですね。あと多分2ヶ月ぐらいするとマイナスに入ると思うんですけど、ただ僕はそうならないように今頑張ってるんですよ。そしてこの気持ちにみんながなってほしくない。リストラされたらじゃあ弱者なのって、そういう人たちをなくしたいから、この気持ちを他の人がしたくてほしくないから僕は言ってるんです。世の中がリストラが一切ない安定的に伸びる企業しか日本からなくなったらどうなると思いますか。素晴らしいじゃないですか。僕逆だと思うんですよ。じゃあ若者がその活躍できる世界観って、いいと思いますか悪いと思いますか。それはリスクを負う人だったらいいと思います。今ある企業がずーっと全部成長してると新しい企業って入る隙なくなってくると思うんですよ。楽天もずーっと調子が良かったですと、で途中で悪くなりました。でここにいろんな新しい風がつけ入る隙があると思ってて、全部が上がっちゃうと老害たちがその普通に生きていける環境になっちゃって、若くてやる気のある人たちが入る隙間がなくて、そういうのを防ぐために独占禁止法とかがあると思うんですけど、それについてどう思いますか。別世界でやってほしい話です。結局はそれって落ちていかなければ安定にみんな暮らしていこうって優しい世界になってくるんじゃないですか。それだからみんながその安定で暮らせる世界観を作りたいっておっしゃってたじゃないですか。だから自分の周りだけじゃなくて日本が世界が全部そうなっちゃったら誰一人入る世界がそもそもできなくないですか。雇用の話とも全然関係ないです。ごめんなさい。ご自身で宮沢さんが自分だけじゃなくてこうやって解雇される、世の中を変えていきたいって言ったんで、じゃあそれが変わっちゃうと若者たちが入る隙間がなくなっちゃって老害たちが悠々と生きれる世界になっちゃいますけど、それって正しいと思いますかっていう質問なんで、今までの流れに沿った質問をさせていただいたつもりでした。老害って言われてる人たちも今までずっと頑張ってきたわけじゃないですか。だから老害っていうのもよく分かんない。結構頑張ってきたとか、その努力を評価してほしいっていうお話たくさんある。泉さんがおっしゃったもう四面楚歌でも上を向く、もう全く違うジャンルに挑戦というのはもうありえない。ありえないです。それだったら若い時から挑戦してます。国会中継とかさ、新聞とか見てないでしょ。そんな時間なかなかないです。いやあるから、全然月に働いてる時間なんて何時間、200時間ぐらいでしょ。1ヶ月730時間だよ。寝てる時間300時間引いたら430時間だよ。430時間起きてて会社にいるの100何十時間でしょ。暇あるから絶対。その時間を家族に使いたいタイプなんですよ。いや家族に使いながら別にニュースぐらい YouTube で聞けるでしょ。政治家たちはさ、
ね、この解雇規制をどういうふうに緩和するかとか言ってて、残念ながらあなたの方向と真逆を今ねやろうとしてるの、日本政府は。日本全体の GDP とか税収とか、ね、福祉のお金とかをカバーするには、もっとみんなが前向きに、ね、社会や会社に参加し働かないと、生産性上げていかないといかんけど、僕は能力がなくても生産性低くても守ってくれみたいな人が少なくなっていかなきゃ困るわけよ。こんなん撮影されたら断固としてね、あなた側に寄れない。皆さんにもう最終的な判断をお聞きしていきたいんですけれども、この主張されてましたリストラはされる側の自業自得なのか、それとも会社や経営陣側の責任落ち度なのか、一言ずつお願いしたいと思います。泉さんどうでしょう。会社側には責任ありますけど、だからといってそれを言ったところで本人が浮かばれるわけでもないし、家族もおられるんですから、もう今日の繰り返しになりますが、発想の転換の時期をちょうど逆にそれを前向きに捉えてもいいと私は思いますね。はい、山本社長。リストラも、ね、失業も失恋も全部自分のせいだって会社側も思うべきだし、本人も思うべきです。両方相手のせいにしてたら先に進めないんで、ね、僕も悪かったなと一言言ってビール一杯飲んで、ね、次の日から前向きに能力を開発して、次の会社も別に守ってくんないけど自分で自分の安定を勝ち取ろうと、ね、いうふうに前向きにやってほしい。為国さん。経営者が悪いですね。採用責任者を解雇すべきだと思います。採用した人に責任があって、その経営者にも責任があると。はい、そうですね。はいなぜ彼を取ったんだ。はい、彼を取るような採用人事を採用した経営者が悪いし、その採用人事が悪いんで、結果経営者が悪いですね。彼のマインドセットとか思考を変えないとダメってことだね。はい、恋愛の例えもありましたけども、デート詐欺とか結婚詐欺にあった気持ちなんで、デート詐欺にあった自分が悪い、結婚詐欺にあった自分が悪い。でも詐欺ったやつが一番僕は悪いと思うんです。弱者を舐めないでほしいと思いました。そろそろ討論も終了の時間が近づいてきてしまいました。2年前にいわゆる闇バイトに応募しました。自分は実行しないで逃げ切れたんですけど、逃げたらって脅されてやってしまうことについては自分が悪いとは思いません。政府や社会の責任じゃないですか。被害者がいる時点で犯罪者は犯罪者。小宮さん、率直なご意見を教えてください。普通にやったやつが悪いんじゃないですか。騙されたっていう主張は私通らないかなって、あなたがバカなんじゃないって思われても仕方ない。世の中を疑ってかかる、求人を疑ってかかるって姿勢は大事かな。やらなかったらお前やお前の家族とかそういうことを言われたら誰でもやりません。誰でもやるんだけれどもダメなんだよ。多分誰でもやっちゃうと思う。それはけどダメなんだよ。それだからいいってことには多分ならない。その仕事をするって決めたのは自分なんですよ。結局一番悪いのは自分自身。社会全体が見て見ぬふりしてるのが悪い。被害者の方が出したりとかしたら本当にこんな堂々と意見を言ってる場合じゃないと思うんですよね。犯罪がなんかもっとポップになっちゃったっていう気がしますけどね。家族がおられるわけですから、やっぱり自分目線だけじゃなくて家族目線でいくと、やっぱり自分自身が変わらないとという面も出てくると思うので、会社が悪い誰が悪いが多かったので、自分が悪いと思わなくても自分が変わろうと思うことは可能だと思いますけどね。コメント欄とかも全部僕が正しいって書いてくれると思ってるんですけど、もしそうじゃないとしたら案外日本やばいなと思っちゃいます。はい、11歳のお子さん、息子さんですか、娘さんですか。息子です。将来どうなってほしいですか。公民とか将来は安定してほしいです。こんなことにならないでほしいです。ある意味軸がぶれてなくてかっこいいなと思いました。はい、はい、される側に問題があるのかなと僕は正直思ってます。今聞いてる感じだと能力がないとは思わなかったです。正直最初聞いてて、相手のためにこう考える気持ちもあるし、みんなで頑張ろうとか、なんかそういうところのものの見方もう少し変えてくれないかなっていうふうには思います。途中で笑われたりとかなんかしてリストラされた人ってどういうふうに生きていけばいいのか、自分の家族がダメになってしまうかもしれないっていう状態なんで、これ以上は何も言えないです。パネリストの皆さん、どうも貴重なご意見、いろいろアドバイスも含めてありがとうございました。皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。